こんにちは、ジリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスターの提供でお送りしております。コインポスターが主催するアジア最大級のブロックチェーン、Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークタワー東京で開催されます。先日のオードリー・タンの参戦に続いて、日本から岸田首相やスティーブ・アオキ氏、また最近では、第5氏の参戦も決まりまして、また話題になっております。なんとなく雰囲気知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。で、またこの WebX のチケットに関しては、概要欄のリンクから入っていただくと、通常価格よりも 20% オフで購入できるようになってますので、少しでも興味持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。またメンバーシップの方では、毎朝1分で情報収集できるまとめ投稿が、動画よりも好評いただいております。こちらは動画よりも半日早く、そして手っ取り早く情報収集できますんで、日頃忙しくて情報収集に時間割きたくないとか、動画を見てる暇ないという方はこちらもぜひご利用してみてください。で、まず市場に影響ありそうなところでは、ジェネシスが債券者分配を開始しています。昨日ジェネシスのアドレスから送金が見られまして、債券者分配が開始されるのではないかという噂が流れましたが、結果その通り分配開始となっています。で、この発表が日本時間では昨日の23時頃、雇用統計発表後ですね、この時間帯にビットコインも急落しています。で、今回の返還は総額40億ドル相当とされてますね。で、債権者への返還は 100% ではなくてですね、BTC 債権者は 51.28%、イーサ債権者は 65.87%、ソラナ債権者は 29.58%、その他アルト債権者は平均 87.65% と、そして米ドル及びステーブルコイン債権者は 100% 返還となっています。当初は100億ドル相当の負債があるとされてましたけども、今回40億ドル相当の返還と、パーセンテージからして約半分が返還となってますね。先日のマウントゴックスとブロックファイと、立て続けに売り圧ファンダが出てますね。あと ETF 関連ではモルガン・スタンレーが富裕層に対してスポットビットコイン ETF の提供を開始する予定という報道が出てます。ウォール街の大手銀行の中では初ということで注目されてますね。取扱い銘柄はブラックロックの IBIT、フィデリティの FBTC が挙げられてます。このモルガン・スタンレーが取扱い開始してから流入が加速するのか注目ですね。昨日の米国のスポットビットコイン ETF のフローはまだブラックロックが公開されてませんが、各社流出が目立ちます。フィデリティがマイナス1億ドル、アークがマイナス 0.87 億ドル、グレースケールの GBTC がマイナス 0.45 億ドルと、グレースケールのミニトラスト以外はマイナスもしくはゼロを記録してます。全体ではマイナス 2.8 億ドルを記録してますね。で、またアークインベストが自社のアーク B を690万ドル相当売却したのも話題になってます。で、毎回ブラックロックの流入で相殺して、なんとかプラスに持っていく展開が多かったですけども、今回は市場の流れ的にも厳しそうですね。で、またスポット ETF も現時点ではマイナスを記録しています。グレースケールの流出が前日からしぼんでますけども、今回はプラスとなれるのか注目ですね。一方、香港はビットコイン、イーサともにゼロを記録しています。ビットコインの価格は現在61,200ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、米雇用統計の非農業部門雇用者数が予想の 17.5 万人に対して結果が 11.4 万人、失業率が予想の 4.1% に対して結果が 4.3% と、想定以上に悪い結果となりまして、米ドル安、米金利下落、各指数の軒並み下がっております。で、また9月の FOMC で利下げが見込まれてたんですが、あまりにも今回の雇用統計の結果が悪いんで、0.25% の利下げどころではなくてですね、0.50% の利下げになるんじゃないかという見解も出てますね。市場に大きなインパクトを与える結果となりました。米国債金利は 3.794 とさらに落ちてまして、ナスダックが 18,440、S&P500 が 5,328、ダウ平均が 39,737、金ゴールドが 2,442 ドル、日経平均が 35,909 円、ドル円が 146.47 円となっております。日経平均の下落幅も話題になってますね。米ドル、米株も落ちて、金、日経平均も落ちてると。先日の利上げの影響か、日本円が避難先として選ばれている印象ありますね。で、また仮想通貨関連株も昨日の時点で市場全体が調整に入っている中ですね、第2四半期の今朝も良くなくて下落してたんですけども、今回さらに続落となってまして全面安となってます。ロビンフッドの下落率が目立ちますね。ビットコインの先物の方ではロングの生産が目立ってまして、OI は全体でマイナス 6.1%、額としては326億ドル相当、比率としては全体ではショートが 53.6%、
バイナンス意味はロングが 70.9% と下寄りになっています。今後の指標としては、8月5日に米 ISM 非製造業景気指数、8月6日にオーストラリアの中銀政策金利、8月7日にニュージーランドの雇用統計などが控えております。米雇用統計の結果から市場全体がさらに落ちてまして、ビットコインの方も先ほどのジェネシスの債券者分配開始の件もあると思いますけど、同様に落ちてます。ここ最近仮想通貨業界単体のファンダも悪いファンダが多かったんで、上がる要素がちょっと足りないですよね。リスクオフから金が上がれば、まだ望みはあったんですけども、そういうフェーズでもないんで、昨日もお伝えしましたけども、上への期待はまだ厳しいのかなと思っちゃいますね。今喋ってる間にもどんどん落ちてます。チャートだけ見たら、昨日の$65,000から一気に64,000、62,000を割ってまして、6万ドルの攻防に差し掛かる勢いです。6万で耐えて反発できれば、64,000あたりまでの戻りは期待できそうですけども、6万割るとなると、56,000コースも見えてくる形になってますね。指標の方は一旦落ち着くので、今後左右されることは少なくなると思いますけども、ETF の流入も回復してないんで、厳しそうですね。来週から風向きが変わるのか、今後の市場の動向に引き続き注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在$2,938ドル、BTC 建ては 0.0481 と、保ってはいますが、ドル建てでは釣られて下がってます。先物の方では、OI は全体でマイナス 4.6%、額としては135億ドル相当、比率としては全体ではショートが 55.5%、バイナンス意味はロングが 81.8% と下寄りになってます。最近 ETF が全体でプラスを記録することが出てきましたけども、単独では未だ明るいファンドもなくですね、市場全体の動向次第といった展開が続いてます。BTC 建てもそこで耐えてるとも言えますけども、まだ右肩下がりの印象が強いですね。ドル建てでは節目の3000の攻防となってますが、ビットコインにまだ下落余地があるのと、まだイーサが単独で強くなれてないというのを加味するとですね、この辺のテクニカルあんまり過信できないのかなと思いますよね。ここで反発するようなら、一旦3200あたりまで戻りそうな形ですけども、ここをさらに下抜けするようだと、次の2800あたりまで余裕があるように見えますね。逆転のファンダが出るのか、イーサの今後にも注目ですね。あと、ここからその他の動向になります。トランプがまたビットコインを押したのが話題になってます。トランプは FOX ビジネスのインタビューで、ビットコインがもしかしたら我々米国の35兆ドルの借金を返済する手段になるかもしれないと語ってます。で、一方、ハリス JA の方は、デビッド・ブラウフ氏が上級顧問に就任する予定とされてます。ハリス自身は仮想通貨についてまだ言及してないんですけども、このブラウフ氏はですね、元バイナンスグローバルの委員会のメンバーだったり、仮想通貨関連の企業の役職についてた人なんで、先日から噂されてた通りですね、やはりハリス陣営も今後仮想通貨側に寄り添う動きをするんじゃないかということで、現在注目されています。で、ポリマーケットの家計市場では、支持率は昨日とほぼ変わってないですね。どちらが勝ってもおかしくない展開になっています。今後アメリカが規制を緩和するのかも注目ですね。あとは CFTC が主に YouTube で活動している仮想通貨系インフルエンサー、ビットボーイクリプトを司会者として起用したヒットネットワーク社に対して召喚状を発行しています。ビットボーイクリプトのミーム、ベンを含む15個のトークンに関連する取引履歴とウォレット情報を要求しているようです。で、問題視されているのは、このビットボーイクリプトが YouTube で購入推奨銘柄としてトークンを紹介してたり、100倍になる可能性があると煽っていることから、詐欺行為に該当する可能性があるとして調査しているようですね。日本語の YouTube でも未だに煽りがありますよね。今となっては完全に違法で、懲役の可能性もあるんですけども、知ってか知らずか未だに横行してます。香港でもインフルエンサー捕まってますし、あと動いてないのは日本くらいですかね。私も常に発言気をつけてますけども、もし何か届いたら即活動を停止しようと思います。あと他では香港の大手オンライン証券会社、フツが香港ドルや米ドルでの仮想通貨取引を提供し始めたこと、またフランスが CSP ライセンス、サービスプロバイダーライセンスの申請受付を開始したことが話題になっています。MICA 規制に基づいた受付開始は EU の主要経済国の中では初ということで注目されています。MICA 規制厳しすぎて撤退する事業者の話題が絶えませんでしたけど、逆にここを通れば世界的に知名度を上げることができるかもしれませんよね。この狭き門を通る猛者が現れるんでしょうかね。こちらの進捗にも注目ですね。今日はこんなところですが、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。